2000年前後から教会の方向性に違和感を覚え始めました。私たちは天国を作るために集った無理であったはずなのに、いつの間にか天国に入るために条件的に供え物をすることが重要視されるような教会の在り方に疑問を感じずにはいられなかったのです。2000年に子女を授かると、私は日々の生活に追われるようになりました。御言葉を訓読することも少なくなりました。神様と誠のご父母様からいただいた尊い祝福を守ること、主体者と祝福子女である息子を大切にするということだけが日々の目標でした。2012年にムン・ソンミョン誠のお父様がご世話されたということをテレビのニュースで知ったとき、いても立ってもいられず単身韓国へ飛びました。その時の聖和式も違和感を覚えずにはいられないような雰囲気だったことを覚えています。そんな中で私にできることは、お父様が残してくださった八大教本をはじめとする御言葉を読み続けることしかありませんでした。家庭連合主催の天苑宮天一聖殿入宮式の聖出式について、教会から再三知らせが入るようになりました。U1 ニュースや家庭連合の月刊誌に触れれば触れるほど、現在の家庭連合は誠のお父様のご意向や神様の摂理から明らかに外れているのではないかという思いが強くなりました。今年の1月中旬に偶然櫻井節子先生の YouTube 動画を見つけて、見て心が震えました。そのまま夜までワントゥルースの動画を最初から見続けました。これまで思ってきたこと、悩み苦しんできたことの謎が全て解けたような気持ちでした。祝福家庭としての摂理的な使命を明確に知らなかったことに対する申し訳なさを感じ、自分自身に対しての怒りさえ覚えました。しかし同時に誠のお父様がご世話されてからのこの13年間苦しんできた両親が解放された気分でした。妻にはその日の深夜に明かし、2人で朝まで YouTube を見て、その後1週間今までのお互いの神観、メシア観などを30年間分話し合いました。今年の1月、主催者から見てほしい動画があると言われました。櫻井節子先生の動画でした。1本目を見て本当に心が震えました。ビデオに釘付けになり、ラジオシリーズを一気に見ました。そして正上局長のビデオを見て、私の中で全てがつながったと思いました。中でも2013年に送られたという紀元節の意義、全祝福家庭に送ったヒョンジン様の初心の VTR は衝撃でした。さらに正美会長の講義シリーズ、先輩 FPA 会員の方たちの証の動画、どれ一つとして涙なく見ることはできませんでした。主催者は咳を切ったように、この30年間の思いの内を語ってくれました。初めて本当の意味で一つになれたと感じました。振り返ってみれば、1998年ヒョンジン様を中心とした2政権がどれほど希望に満ちていたか、そこに少なからず関わった時期があったのに、いつの間にかヒョンジン様がいらっしゃらなくなったことにも気づけないほど、自分の事情でいっぱいになっていた自分を本当に情けなく思います。私たちの失敗によって誠のご家庭を壊してしまったのだという恐ろしさを感じ、どれほど原理を知らない無知な自分であったのか打ちのめされる思いでした。先月27年ぶりに韓国で実体でヒョンジン様にお会いすることができました。ムン・ソンミョン誠のお父様にお会いしているかのようでした。一貫して神様と誠のお父様の願いを実現するために生きてこられ、私たちの前に誠の家庭の洗礼を立ててくださったことがどれほど尊いことか、この感謝の思いは言い尽くせません。私たち夫婦はこの感謝の心を携えて、オーナーシップを持って神様の夢の実現に少しでも貢献できるよう日々努力していきたいと思います。